父さんの遺産3億円は俺一人がもらう。お前らはさっさと荷物をまとめろ。遺言書を片手に兄は勝ち誇ったような顔で言った。金は置いて、ババアだけ連れてけよ。兄嫁のリサさんもニヤニヤしながら私と母の背中を押す。そんな遺言書、絶対おかしいわ。私は懸命に叫んだが、兄は鼻で笑って言った。父さんを虐待していた鬼が何言ってるんだ。さあ行け。もう帰ってくるな。私は混乱しながらも怒りに震えた。いきなり現れて遺産を独り占めにし、私たちを非道な人間呼ばわりした兄。母のことをババアと呼び、追い出そうとしている兄嫁。絶対に許せない。もうこんな人間を家族とは思えない。それでも、抵抗虚しく、私たちは外に叩き出されてしまった。そんな。寒空の下、乱暴に閉められた玄関を見つめ呆然としていると、隣の母がにやりと笑っていった。大丈夫。見てなさい。私の名前はのぞみ。結婚はしておらず、在宅でイラストレーターの仕事をしている。最近まで一人暮らしをしていたが、事情があって実家に戻ってきている。事情というのは、のぞみ、今日のお父さんはちょっとは顔色も良かったわよ。病院から帰宅した母がコートを脱ぎながら私に話しかけてきた。そう、明日は私も行くから少しは反応してくれるといいな。ええ、でも私たちが行くと嬉しそうな顔してる気がするもの。きっと伝わっているわ。父は去年突然脳梗塞で倒れ、重度の後遺症が残った。一度目に倒れた時はまだ半身は動いていて、少しは話もできていたが、その後すぐに再発し、今は寝たきりになっている。もともとは経営者としてバリバリ働いていた父がそんなことになるとは誰も思っておらず、最初は母と二人で随分悲しんだものだ。しかし、家族思いで優しかった父のために、私と母は精一杯看病していくことを決めた。今は基本的に交代で病院に通い、顔を見せてはできる限りの世話をしている。母も働いており、父の看病との両立は大変そうだということで、母をサポートするために私は実家に戻った。その方が病院から近く、私にとっても便利だった。母は父とも仲のいい理想の夫婦だった。もともと明るい性格ではあったが、父が倒れた時は随分落ち込んでいた。今はだいぶ立ち直っているが、一人でいるのも辛いかもしれない。私が実家に戻った理由には、そんな母を心配していたこともあった。母と今日の父の様子などを話していると、私の携帯に着信があった。相手は兄。もしもし。おい、明日は父さんの看病で二人とも家にいないのか？やぶから棒に兄はそんなことを言う。そうだけど、何いきなり、これまで連絡もよこさないで。は？それがなんだよ。まあいい、用は済んだ。面倒くさそうにしている兄が電話を切ろうとしたとき、母が私から携帯をひったくって言った。勝也、あんたたまには顔を見せたり手伝いなさい。うるさいんだよ。どうせ顔見せても父さんにはわからないだろうが。ちょっと、そんな言い方。母が言い返す前に電話は切れていた。一体何だったのか。不審に思ったが、もしかしたら兄なりに父のことが心配なのかもしれない。この時まではそんな甘いことを考えていた。兄は昔からわがままで自分だけが良ければいいという性格だった。子供の頃から私のものを取り上げたり、下に見るような発言をするのは日常茶飯事。
父には小遣いをせびるためいい顔をしていたようだが、パートに出ながら私たちを育ててくれた母に対してもババアと呼んだり無視をしたりと、若い頃からひどい扱いをしてきた。兄はもともと家を出ていたが、父が倒れてからは実家に寄りつかず、もちろん一度も看病を手伝わなかった。最近結婚したという報告はあったが、私たちと結婚相手のリサさんは会ったこともない。今日のようにたまに動向を探るような電話が来る以外は、兄とは何の関わりも持っていなかった。それからも私と母の看病の日々は続いた。しかし数ヶ月後、その時は突然やってきた。病院から慌てた様子で連絡があり、母と駆けつけた時には、父はもう帰らぬ人となっていた。脳梗塞の再発が原因で、今度は手が及ばなかったという。父にすがりついて泣き崩れる母の肩を抱きながら、私も涙を流した。幼い頃、忙しい仕事の合間を縫って遊んでくれたり、絵の好きな私にたくさん色鉛筆を買ってくれたりと可愛がってくれた父。いつも正しく、潔白な性格であった真面目な父。何より母を大切にして仲のいいおしどり夫婦だった父。ありし日の父の姿がよみがえり、胸が苦しかった。きっと母はそれ以上だろう。しかし、悲しんでばかりもいられない。私と母は父の葬儀の準備に取り掛かった。もちろん近くに住む兄にも連絡を入れ、到着を待っていた。だが、兄はお通夜にも葬儀にも姿を現さなかった。葬儀が終わった日の夜、たくさんの弔問客の対応も終わり、疲れ切った私と母は二人きりになった。母さん、模試は大変だったでしょ？お疲れ様。のぞみこそ、たくさん働いてくれてありがとうね。当然のことよ。それにしても兄さん、父親の葬儀にも来ないなんて信じられない。そうね。さすがに私ももう我慢ならないわ。母は難しい顔をしている。父のことで心を痛めているのに、さらに母に心労をかける兄に、私は腹立たしさを覚えた。それから1週間後、事態は大きく急変する。初七日の法要が終わった後、急に兄夫婦が家を訪れた。兄は柄物のシャツを着て、弔問とは言い難い格好をしている。その隣にいる派手な化粧をしたミニスカートの女性が、結婚相手のリサさんだろう。ちょっと兄さん、葬儀にも現れずに一体何してたの？私は食ってかかったが、兄は無視してずかずかと家に上がり込んだ。母も兄の姿を見て驚いたようだった。勝也、あんた急に何しに来たの？父さんの遺言書を探しに来たんだよ。遺産のことが書いてあるかもしれないだろ。ニヤニヤしながら発せられた兄の言葉に、私と母は驚いた。葬儀にも出ずに遺産の話？それにお父さんは急に倒れたから、そんなもの用意してないわよ。私が止めるのも無視して、兄夫婦はそのままにしていた父の書斎に入っていく。私と母は兄夫婦がごそごそと父の机を漁るのを呆然と見ていた。お、あったぞ。兄が大きな声を上げる。え？と思ってみると、確かに父の机の引き出しに遺言書と表に書かれた封筒が入っていた。兄は無遠慮にそれを広げると読み始めた。遺言者、鈴木一郎の財産3億円と家をすべて長男の勝也に相続させると書いてあるぞ。え？父が遺言書を用意していたことにも驚いたが、兄が読み上げたその内容に私たち親子は声を揃えて驚いてしまった。兄は遺言書を見ながら続ける。
なになに？妻恵子と長女のぞみは介護もろくにせず、自分を粗末に扱っている。よって財産は残さない。だと。お前ら父さんに虐待していたのか？ひどいな。最低ね。鬼のような親子だわ。リサさんは笑いをこらえるように口元を覆っていった。そんなこと書いてあるわけないわ。見せてみなさいよ。私は怒って兄から遺言書を引ってくると、そこには震える父の文字で兄が読み上げたことと同じ言葉が書いてあり、父の実印まで押してあった。本物だろ？父さん、動けなくなる前に書いたんだろうな。かわいそうに。こんな妻と娘に最後まで粗末に扱われてたなんて、俺が早く気づいてあげればよかった。兄は大げさに嘆くようにして言う。そんなはずないわよ。私たち、心を込めて父さんに接してきたわ。母がぽつりとつぶやく。そうよ。こんなの何かの間違いよ。私は叫んだが、兄はじろりと私を見ていった。父さんの遺産3億円は俺一人がもらう。お前らはさっさと荷物をまとめろ。遺言書を片手に、兄は勝ち誇ったような顔でこちらを見ている。金は置いて、ババアだけ連れてけよ。リサさんもニヤニヤしながら私に向かってそう言い放った。そんな、自分が何を言っているか分かってるの？うるさいんだよ。お前らに渡すものなんか一つもないんだ。兄の怒号が飛ぶ。私は混乱しながらも怒りに震えた。いきなり現れて遺産を独り占めにし、私たちを非道な人間呼ばわりした兄。母のことをババアと呼び、追い出そうとしている兄嫁。絶対に許せない。もうこんな人間を家族とは思えない。私は出ていくまいと必死で抵抗したが、兄とリサさんは私と母の背中をぐいぐいと押してくる。そんな遺言書、絶対おかしいわ。私は懸命に叫んだが、兄は鼻で笑っていった。父さんを虐待していた鬼が何を言ってるんだ。さあ行け。もう帰ってくるな。そんな。抵抗虚しく、私たちは外に叩き出されてしまった。寒空の下、乱暴に閉められた玄関を見つめ呆然としていると、隣の母がにやりと笑っていった。大丈夫。見てなさい。この時、私は驚いていて、母のことを見つめることしかできなかった。それから、私と母は、ひとまず私が借りっぱなしにしていた私のアパートで暮らした。そしてある日、私に母は神妙な面持ちである話をしてきた。私はその話を聞いて、驚きとショックのあまり、めまいを覚えた。1週間後、私と母は再び実家を訪れた。なんだよ、金ならビタ一文やらないぞ。兄は1週間前とは違い、全身ブランド品まみれでニヤニヤと笑っている。そうよ、今さらたかってこようなんて浅ましい親子ね。リサさんも笑いを隠せないといった風な風情でそこに座った。部屋のあちらこちらには高級バッグが散乱している。この遺言書を見てみろよ。父さんの気持ちはわかるだろ。鬼親子が今さら何の用だ？兄はまた父の遺言書を見せびらかしてくる。それを見た母は深いため息をついてからきっぱりと言った。あんたたち、偽造していたわね。兄夫婦は一瞬驚いたような表情を見せた。しかしその後、顔色を真っ赤にして怒り出す。何を言ってるんだ？そうよ、このババア、金に目がくらんで、言いがかりよ。しかし、母は冷静だった。そう、おかしいわね。
遺言書の日付はお父さんが集中治療室に入っていた日のものになっていたわ。なんだって？私も言った。兄さんは看病なんかしたことがなかったから知らなかったでしょうね。その日付は確かに朝からお父さんの脳梗塞が再発した日よ。私たちも病院にいたし、お父さんがそんなものを書くことはできなかったわ。そんなはずは。疑うなら病院のカルテと照合してみましょうか。しかし兄はまだ顔を真っ赤にして言う。そうだ。日付は父さんが間違えたんだ。父さんの実印だって押してあるだろ。私は兄を睨みつけていった。大方、私たちがお父さんの看病に行っている間に実家に忍び込んで父の実印を勝手に使って引き出しの中に仕込んだんでしょ。これも印鑑や机に残った指紋を調べればすぐわかることだわ。母も続けて言う。それに、私はお父さんからもらった手紙なんかも大事に取っているの。その遺言書、お父さんの字に似ていても一緒じゃないわ。筆跡鑑定に出せばすぐに嘘もバレるでしょう。すると兄はどんどん青い顔になった。多分、そこまで考えることなく犯行に及んだのだろう。なんで？と、上事を言うように焦り始める。情けないけど、私はあんたを育てたの。あんたのやりそうなことくらいわかるわよ。母は呆れ返ったように言った。遺言書の偽造はね、有印私文書偽造罪で捕まるわよ。それに、相続結核って言って、相続できる権利を失うの。知らなかったの？ババア、てめえ、なんでそんなこと知ってるんだよ。兄が信じられないといった様子で母を見る。そりゃあ私は司法書士だから、いわば相続のプロだもの。そう、母は少し前に司法書士の試験に合格し、司法書士になっていた。兄は10年以上実家に寄りつかず、ただのパートのおばちゃんだと思っていたのだろうが、母は私たちが手を離れてから、昔からの夢を叶えるために猛勉強し、合格を手にしていた。兄は愕然とした顔で私たちを見ている。私はそんな兄に言った。世間知らずの妹とパートのおばちゃんの母親なら騙せると思った？残念だったわね。すると兄が突然兄嫁に怒鳴った。おい、お前があいつらは筆跡鑑定なんて知らない、楽勝だって言うからやったのに、バレたじゃないか。すると兄嫁が応戦する。何よ、爪が甘い勝也が悪いんじゃない。日付くらいちゃんと調べてから書きなさいよ。高い金払って筆跡も似た風に作ったのに、これじゃ水の泡だ。それは私は関係ないでしょうが。醜い言い争いをする二人。私と母はそれを眺めていたが、母がしびれを切らしたように言った。あんたたち、もう黙りなさい。すると、兄は今度は懇願するような目をして母に言った。母さん、頼むよ。俺たち、親子だよな。まさか俺を訴えたりしないだろ？それに、遺産だって少しくらい分けてくれるよな。すると母はピシャリと言った。何言ってるの？もちろん、刑事告訴するわ。あまりに悪質だもの。そんな。懲役になるかもね。覚悟しておきなさいよ。母が言うと、兄夫婦はしおれた風船のようになって脱力していた。そんな二人に、私は静かに語りかける。兄さん、お父さんはちゃんと自分で遺言書を残していたの。法務局に保管してあったわ。一度目に倒れる少し前の日付だった。私は正式な遺言書を広げながら話し続けた。書かれている内容は、家と土地は母さんに残す。
3億の遺産の配分は法定相続分の通り、配偶者に1分の1、あとは子供たちで残りを均等に分けるように、とあったわ。この意味がわかる？兄夫婦はきょとんとした顔でこちらを見ている。私は淡々と言った。つまり、3億のうち1億5000万はお母さんに、私たちに7500万ずつ、お父さんは残すつもりだったの。公平な人だったもの。兄の目が驚きで見開かれていく。そんな兄に母が厳しい言葉を投げかけた。でも勝也、あんたは遺言書を偽造して相続結核になった。私たちも許すつもりはないですから。何もしなければ7500万を受け取れたのに、欲をかいたから一銭も受け取れなくなったのよ。それを聞いて兄嫁は歯ぎしりをして、兄は深くうなだれていた。私と母は二人を一別してから席を立つ。ここはもうあなたたちのものではないから、早く荷物をまとめて出て行きなさい。それに、今日限りで私たちとあなたたちの縁を切ります。もう二度と関わらないで。母はそう言うと、兄たちに荷物をまとめさせて家の外に追い出した。兄たちはただ呆然としていた。それから3ヶ月後、母は本当にあの後兄夫婦を刑事告訴し、兄夫婦は有印私文書偽造罪で有罪になった。執行猶予がつき、懲役は免れたものの、お互いの勤め先に刑事罰を受けたことがバレて解雇になったようだ。今はボロアパートで2人で暮らしているが、毎日喧嘩する声が絶えないと噂で聞いた。まあ、兄と縁を切った私たち親子には、もう関係のないことだ。私たちはというと、無事に家を取り返し、手続きをして父の遺産を受け取ることができた。母が1分の1、兄が結核になったことによって、私にも2分の1の遺産が入ってくることになった。私は遠慮したが、母が必ず受け取りなさいというので、ありがたく受け取ることにした。私たちは平穏を取り戻し、今も実家で一緒に暮らしている。これからも司法書士としてバリバリ働く気でいる母を見ると頼もしい限り。そんな尊敬できる父と母に恥じない生き方をしていきたい。そう思いながら、今日も母と並んで父の仏壇に手を合わせている。